今年の台風は本当に厄介な台風でした。そう、強い勢力を保ったまま沖縄近辺をノロノロと迷走し、県民や観光客に多大な被害をまき散らした令和5年7月末に発生した台風6号です。その中でも沖縄の台風に関しては、通り一辺倒な報道しかしない内地のマスコミが、今回は熱心に報道していたことからも台風6号の異例さがわかります。そこで今回は異例中の異例ともいえる台風6号の被害や当時の状況をまとめさせていただきました。それではどうぞ。まずは今回の台風の経緯とデータからご紹介します。7月28日3時にフィリピンの東で発生した台風第6号は8月2日から3日にかけて大型で非常に強い勢力で沖縄地方にかなり接近しました。その後西へ進み、東シナ海でほとんど停滞した後、進路を東へ変えてゆっくりとした速度で再び沖縄奄美に接近。沖縄奄美を通過後は北上し、9日は九州の西の海上を北に進み、11日に朝鮮半島で熱帯低気圧に変わりました。7月30日から8月10日にかけての総雨量は、台風接近前から雨が降り続いた九州南部の多いところで1000ミリを超える大雨となり、平年の8月の月降水量の2倍を超えた地点も。また、台風の影響を長く受けた沖縄・奄美では、多いところで700ミリを超える大雨となり、平年の8月の月降水量の4倍を超えた地点がありました。四国地方でも多いところで800ミリを超える大雨となり、平年の8月の月降水量を超えた地点がありました。沖縄地方や九州南部、奄美地方、九州北部地方、四国地方では線状降水帯が発生。沖縄地方では最大瞬間風速が50メートルを超え、8月の1位の値を更新した地点があったほか、潮位が過去最高の値を更新した地点がありました。また、最接近時も最大瞬間風速が30メートルを超える風が吹くなど、影響が長く続き、8日以降は台風の北上に伴い、九州でも40メートルを超える最大瞬間風速を観測しました。人的被害は沖縄で死者1人、住家被害は沖縄で半壊3棟、床上浸水6棟、床下浸水3棟でした。次に当時の状況をご紹介していきます。那覇空港では7月31日の最終便あたりから欠航が始まりました。当日 JAL、ANA ともに定期便に加え臨時便を飛ばし、フル稼働して台風前に島を出たい客をさばきましたが、多くの客を積み残したまま8月1日、2日は全便欠航。空港事務所も閉鎖となりました。ただ、那覇空港ターミナルは一部が開放され、テントのようなものが張られ、ホテルに宿泊できなかった観光客を受け入れていました。3日になって那覇市内では朝からユイレールが運行再開されましたが、航空機の場合そう簡単にはいかないようで、 ANA は午後便から運行を再開。加えて羽田行きだけでも3便の臨時便を飛ばしました。 JAL は同日は一旦全便欠航とした上、午後以降羽田行き5便を含む計11便を臨時便として飛ばしました。これは機材繰りの関係からどの便を運航するか判断が困難だったため、一旦ガラポンして可能な機材を効率よく運用したためと思われます。しかし必要な台風6号が再び襲ってきたため、再開もつかの間。運航できたのは翌日の4日までで、5日6日は再び全便欠航となってしまいました。宮古空港、石垣空港でも7月31日に JAL、ANA ともに羽田直行の臨時便を飛ばすなどの対応を取りましたが、翌8月1日に一部の便が飛んだだけで、3日まで全便欠航、空港ターミナルも閉鎖されました。4日になっても宮古空港は全便欠航、石垣空港は一部の便でようやく運航が再開されました。運航再開後にも多くの臨時便が飛びましたが、中には予約は受け付けませんという注記のあった便もあり、これはおそらく空席待ちをしていた大量の客をさばくのが目的だったと予想します。下地島空港も8月1日から4日まで全便欠航となっていました。
県内では固定電話やインターネットなど通信サービスの故障が一部発生し、NTT 西日本沖縄支店によると、故障申告が本島を中心に約1万件寄せられているといいます。同社は申告から修理までにおおむね2から3週間かかるとし、早期復旧に向けて全国から延べ600人の作業員と200台の作業車両を本島に配備し、順次対応を進めました。石垣島沖で座礁し、撤去作業が始まっていた中国の貨物船について、台風6号の影響で船体が壊れたため、作業の完了が来年5月に遅れる見通しとなりました。中国の貨物船は今年1月、石垣島と西表島の間にある国立公園のサンゴ礁海域で暴風に煽られて座礁しました。先月中旬に撤去作業が始まりましたが、今月の台風6号により船体が2つに割れるなど影響が広がっていました。これを受け県などが15日、関係者への説明会を開き、2つに割れた船体の船尾部分が65度傾き、解体作業に時間がかかるとして、作業の完了が当初の計画より3ヶ月遅れ、来年5月になるとの見通しを伝えました。また、積み荷のヤシ殻およそ9000トンはほぼ全てが海に流れ出ましたが、サンゴに大きな影響はないそうで、地元の漁業関係者などが回収作業を行っているということです。以上、主だったニュースをお伝えしましたが、他には停電が各地で発生したこと、流通が途切れ食料の供給ができず、各地のスーパーやコンビニから食材が消えたことが挙げられるでしょうか。いずれにしろ、台風圏沖縄としても今回の台風6号の勢いの異常さがお分かりいただけたかと思います。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。